ビフォー、ジ、エンド、やっていこうね。どんなホラーや？経験豊富な超常現象の調査員として廃校になった学校を探索するゲームだよ。よくある感じやな。それじゃやっていこう。いきなり投げ出すタイプか。カットシーンから始まる方がレアやと学べ。結構明るくていいね。ライト持ってないみたいやけどこりゃなくてもええな。いや、そこまでは言ってない。いろいろ装備していかないとな。おいおい、準備万端できてるとか優秀すぎるやろ。経験豊富な調査員ってのは伊達じゃないね。必要な情報は全て用意しておいた。何があったのか調べて帰ろう。学校を調べなきゃな。驚くくらい読めない文字やったぞ。元から紙じゃなくて右側の説明を読むものだから問題ない。おお、ちゃんと行き先が記録されるのすごい。持ってるだけで更新されないのが多いのにやるやんけ。光で誘導されてる。暗くてもライトあるし寄り道はできそうやけどな。ホラーの寄り道には基本何もないからおとなしく進む。見覚えのある建物や。見覚えがない方が少なくなってきてるよね。なんかいる。お出ましが早いな。同室拒否か。何なのかを理解する前に消えたな。鍵が必要な扉と判定のない電灯スイッチだけかな。2って書いてある部屋にも行けるみたいやな。プレートじゃなくて壁に直接書いてあるんだね。で、2の部屋には何もなかったよ。そんなにざっと見渡すだけの調べ方で大丈夫か？アイテムが保護色になってない限りは見逃さないから大丈夫だよ。メモはどうか仕掛けてるぞ。見つけやすいように照らされてるからよし。今日は早く帰るので生物学の教師に鍵を預けました。子供たちは怖がっているけれど、それは一番いいことです。誰もここから逃げ出そうとしなければ私たちは楽ですしね。教師は1号室にいます。言われてる間に着いたよ。部屋の場所も分かってたしな。入り口すぐに人体模型置かれても驚きはしないよ。人体模型ではないやろあれ。で、鍵とメモね。シンプルなゲームやな。今日は森で友達の死体を見つけ、子供たちを怖がらせました。これで逃げ出そうとは思わなくなるでしょう。まだ彼らが必要なのです。どんな授業してるんやそれ。生物学に使う用の子供なのかもね。物騒な場所やな全く。出口近くの鍵を手に入れたし行くしかない。入り口近くって言われた方が分かりやすかったやろこれ。受付って感じだよね。てか部屋の外にメモあったんだ。校長室の鍵を私のオフィスに置きました。地理の教師が私のオフィスの鍵を持っています。生徒たちに何があったのかは彼に尋ねるといい。これ最初に読むべきメモやったやろ。入ってすぐに敵に目がいっちゃったから仕方ないね。あっちか。これが校長室の鍵だね。ほな探そか。ホラーゲームエンジンだからろうそくは消せるだろうけど、暗くする意味はないから消さないよ。廃墟とはいえ火事になるで。つけたの私じゃないし。そんなに本棚をねぶり回す必要あるか？ないかも。未知の場所へ向かえば大体正解かな。2階もあるんやな。1階を調べ尽くしたら行こうね。お？部屋の名前がさっきのテキストと違う。開いたならええわな。バラバラに飾ってあるの謎解き要素感あるな。おしゃれなだけやと思うで。時計も止まってると謎解き要素感ある。ないぞ。電気はつかないか。ライトあるしな。ここの本は随分と黄ばんでる。どれくらい古い建物なんやろな。今日、男を独房に閉じ込めました。彼らが逃げ出さないことを願います。警備員たちに森を厳重に監視するように伝えておきましょう。もし逃げようとする者がいたら撃っていい。量を確認しなきゃだな。実験動物みたいやん。外に出れないようにした方がいいと思うんだけど、出る余地を残してるのはなんでなんだろうね。そもそも何のために逃げ出さないようにしてるんやって話やな。ただの厳しい学校の可能性もあるね。現代でもそこそこありそうな学校やな。寮に行けって言われたから別の建物に来たけど、ここで合ってる？さっきの学校との違いがわからん。学校の寮って校舎と雰囲気が似るものなのかな。お化けとか明かりでの誘導もないや。純粋に廃墟探索を楽しめるな。鍵なしで開くとこもあるのね。何の部屋やここ？ベッドいっぱいあるし寝室かな。救護室かもしれんぞ。ベッドの間隔も広め出しそうかも。寮の寝室なんて2段ベッドダブル置きで4人寝させるのが普通やろうしな。部屋の広さによってはきつそう。お次は何の部屋です？まだ奥があるんだ。足音以外の音が欲しいからどんどん進め。さらっと鍵とメモだけ探して進む。便所やん。ホラーの便所には絶対に何かあるわな。
鏡に映らない主人公くん。超常現象の調査員やからな。人外に片足突っ込んでてもおかしくはないわ。確かに。何にもなかったんですけど。そういう日もある。2階に行くぞ。そういや校舎の2階を見忘れてるな。主人公が行きたがったら行くよ。期待して待っておくで。1階と同じ作りっぽいね。なので行き止まりから見ていく。2階にもトイレあるのは喧嘩にならなくてええな。どうした？この壁抜ける。特に変なことしてないのに抜けるのは罠やろ。ここが2階だから落下してたら死んでたね。これ死ぬ要素あるゲームなんか？ゲームにはないだろうけど、ホラーゲームエンジン使ってるから設定そのままなら落下ダメージはあるよ。お、ちょっとムーディー。あんなんでムード感じるんか。なんもない。誘い込まれただけか。あ、鍵があった。今の演出まではなかったと思うで。ダイニングルームに行こうか。主人公のセリフ消えるの早すぎるぞ。流れが謎だけど行けって言うなら行ってみようね。儀式行われとるやん。儀式するために子供監禁してたとかかな。もし俺たちに逃げる機会を与えてくれるのなら、悪魔と取引だって構わない。助けてくれることを願う。悪魔に頼ってでも逃げたい環境だったんだね。この場所からじゃなくてこの世から解放してくれるのが悪魔やで。苦しい環境から逃がしてくれるならそれでもいいかもね。ホラゲーとしてはいいけど、現実では良くないぞ。寮内の開かなかった扉が開くようになってたけど、たくさんベッドのある部屋がいくつかあるだけで何もなかったよ。ダイニングルーム探そうな。寮内になかったから学校かな。1階は調べてあるし、2階見ていこな。結構広いな。1階と同じ面積やろうしな。お、鍵がなくても開く。何の部屋やろ。挨拶が書かれてるだけかな。メモもあるぞ。これを解読して読めてる主人公すごすぎるやろ。この子たちは何があってもここに残る必要があるのだ。足を切り落としてでも。鎖でつなぐのはダメなのかな。ある程度自由にしなきゃダメなのかもしれんな。スタイルいいね。ビビれや。無言でセクシーな人が立ってても怖くなくない？無言で背後に立たれてたらそこそこビビるぞ。これが素顔かな。次へのヒントはなかったし探索続けよな。中にいっぱい部屋がありそうだけど開かないや。ここも何もない。2階はもう何もない感じかな。ダイニングルームもなかったな。あ、手形がある。あるだけやな。侵入経路はなさそう。他の建物あるかもしれんし、外歩こか。ここか。開いてるし入って良さそうやな。ここがダイニングルームでしょ。でも鍵を使わずに入れたな。そもそも扉がなかったしね。テーブルには何もないね。ちゃんと調べろ。全部のテーブルに明かりが灯ってるってことは重要アイテムは置かれてないはず。謎の判断やめろ。まあほら、遠目で見て何もないから進んじゃおう。調理場か。ご飯がちゃんと食べられる環境ではあったんだね。いいのか悪いのかわからん学校やな。電子レンジが1分50秒でセットされてる。品回せない。電気通ってないやろ多分。文字表示されてるのに。トマトケチャップがいっぱいだ。儀式の魔法陣と勝ち文字がこれで描かれてた可能性出てきたな。壮絶なドッキリだった。彼らを森の中に埋めました。彼らの墓が見つからないことを願います。でももし見つかってしまったなら、それは全て私のせいです。他の子供たちには、友達は逃げたと伝えてください。彼らが子供たちを殺したのか。森に入ってみよう。ダイニングルームの鍵はここで使えたよ。序盤で生物学の教授が森で死体を見せたって話とつながるか。埋めたけど見つかっちゃったってこと？まあ誰が埋めたのかわからんからよくはわからん。いい職員さんもいたってことかな。雰囲気最高にええやんけ。雷がいいアクセントになってるね。でもこりゃ見つかるやろって感じやな。ここはまだ森の中じゃないと思う。なら誰の墓なんや。さあ、てかここ森の中判定でええやろ。流れ的にもさっきのメモの人が埋めたのがここや。立派なお墓すぎるんだよな。最後くらい丁重に埋葬したんやろ多分。でも今から森の中ですよ的なノイズが走ったよ。よくわからんけど雰囲気が良かったからよしや。お、またお墓？今度は胸を張って森の中って言えるな。
埋め方は雑だけどお墓は立派だ。ろうそく多すぎやろ。岩場の藤壺みたいなキモさがあるね。私は子供たちを救いたかった。でも彼らはそうさせてくれなかった。関係者全員が死ぬか苦しむことを望みます。子供たちは死ぬべきではなかった。残されたものは私が守る。私は永遠にこの学校に居続けます。あの女の幽霊的なやつの話か？今も学校にいる存在ってそれだけだしね。直接何かしたのかは謎だけど、関係者全員ここからいなくなってるから望みは叶ってそうだね。子供もいなくなってるけどな。墓の下にいるから守ってるんでしょ。ちょっとかわいそうやな。レンジャーは？レンジャー、森の警備員みたいな人かな。ピアノは鳴らないね。はよメモ取れ。お前の頼み事はやらん。俺はレンジャーであって殺し屋じゃない。この女は俺のところに助けを求めることが多くなった。だが最近、俺の命を狙ってきた。彼女が子供たちが召喚していた悪魔の一人だったら？悪魔召喚に成功してたんか。で、終わりか。いや、これチャプター1でね、更新されていくみたいだよ。でもこれデモ版のプレイありがとうになってるで。はあ？定価350円の製品版なんだが。ちゃんとタイトルに戻ったな。製品版なんだが。プロローグってことか？プロローグ版とデモ版だととんでもないレベルの違いがあるんだが。明るいライトが特徴なのはいい点やったな。アップデートでチャプター追加式でもチャプターごとにリリースしてお金取る式でも文句はないんだけど、製品買ったのにデモ版だったってのはちょっとひどいや。言葉をミスっただけやとは思うで。致命的すぎるね。まあショートホラーとしては遊びやすいし、シナリオも惹かれるものがあったよ。最後の一文以外はよくある短編ホラーやったしな。今回はここまで。次回は画面が明るいゲームやるね。今回も明るかったけどな。それじゃバイバイ。またな。